YouTube チャンネルをご覧にいただきありがとうございます。青木翔です。皆さんのご協力により、フェルセン1回目の治療が、無事終わりました。大変、皆様の、協力には感謝しております。ありがとうございます。で、今回はフェルセンの投与での感想や副作用があったのかについてお話ししたいと思います。病院の方に入院を、1日して投与を行いました。で、脊髄液を10ミリ抜いて、薬を15ミリ脊髄に入れるという、治療なんですけども、それも前にやったことがあるので、そこまで緊張感は前に比べたらなかったです。で、痛みも麻酔がちょっと痛いかなぐらいね、そこまであのそんなに緊張するほどの痛みではなかったです。で、副作用についてなんですけど、僕が感じたことは特になくて、次の日とかも別に普通に、何にも症状がなく普通に暮らせました。ただ一点だけあるんですけども、これはちょっと副作用かどうかわかんないんですけど、火曜日に注射を打ったんですけど、その週の金曜日にちょっと尿が、出なくなってしまいまして、尿意はあるんですけど、おしっこが全然出ないみたいな状況が起こりました。で、出てもちょろ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 ぐらいで、土曜日もその状態が続いたので、緊急に病院の方に行きまして、3日間入院したんですけども、その時に尿道カテーテル、管を入れておしっこを出して、治療しました。で、その後からは何の原因かも分からずにスムーズに、尿が出るようになって、今のところは何も問題はない状況です。で、病院の方も検査したんですけども原因が分からないので、このことがトベルセンか関係しているのかもちょっと今分からない状況なので、2回目の投与の時も、そこら辺を注意しながら、臨みたいと思っております。で、トフェルセンについてちょっとお話ししたいと思います。今回私が、このトフェルセンを打つために使った制度が、未承認新規医薬品等を用いた医療提供っていう、制度を使いました。なぜその制度を使ったかと言いますと、それは病院側の提案として、この制度が一番早く輸入ができるということだったので、この制度を使いました。で、いくつかの制度があるんですが、どの制度が使えるかっていうのは、かかりつけの病院等で相談した後に、決めていただいた方がいいと思います。僕が使った制度は病院の協力が、結構必要なので、だったらかかりつけの病院等で調べてみてください。で、トベルセンのはどういった薬なのかをちょっと話すんですけども、ちょっと自分なりに分かりやすい言葉でちょっと喋りたいと思います。トベルセンはSOD1 型に有効な薬なんですけども、SOD1 という遺伝子がですね、間違ったサインを出してしまうんですね、体に対して。例えばA っていう信号を出さなきゃいけないのに
P っていう信号を出してしまってる。遺伝子の一つがそういった信号を出してしまってる。それによって悪いタンパク質が神経細胞にくっついてしまって神経自体うまく筋肉に信号が送れなくなるんですね。それによって、筋肉は正常なんですけども神経が、筋肉に対して信号を送れなくなってしまうので、筋肉がどんどん痩せていってしまう、そういうことなんですけどもトフェルセンはその悪いタンパク質を出すのを抑えてくれる。全部かどうか全部ではないんですけども、その信号をシャットダウンしてくれる、そうすることによって神経に悪いタンパク質がたまらなくなって、進行を抑えることができるという薬です。で今は大丈夫な神経細胞が攻撃されないことによっていい神経が枝分かれしていい神経が生き残ることによって症状が改善されていくんではないかっていうそういう薬です。で、この薬はもう本当に落ち続けないとその悪い信号が減っていかないし、治験の結果では52週目から優位性が見られたという、内容になっております。グラフで言うとこういう感じですね。52週目から。なので押し続けることによってどんどん効果が現れてくる、そういう薬になっております。なのでたとえ薬を打ってる最中に進行してしまってもやっぱり諦めずに打ち続けることが大事な薬ですので、もっとどうにかこの薬をずっと打ち続けられるようなそういう体制にしていかなくてはいけないなと思っております。次の3回分の輸入をするための金額がまだ目処立ってない状態なんですけども、周りと協力を仰ぎながら諦めずに、挑戦し続けたいと思っております。引き続き何卒皆様のご協力をお願いしております。よろしくお願いいたします。来週トフェルセン2回目の治療が始まります。その際にも副作用や何か体に変化があったら、逐一皆様に、報告したいと思いますので、ぜひ YouTube をご覧になってください。トフェルセンの早期承認に向けて、10月中には、署名運動が開始できるように、サポーターの会を含めて、準備しておりますので、どうか皆様のお力もお貸しください。よろしくお願いいたします。YouTube の、チャンネル登録、よかったらよろしくお願いいたします。ありがとうございました。